人気漫画家さんのアシスタントだった漫画家さん。海野千佳先生のアシスタントやってたのが金魚妻とかの黒沢 R 先生。メルヘン先生の足があんなエロスな話を。桜桃子先生のアシスタントを小戸茶の尾花美穂先生がしてた。花輪くんの豪邸を書いたのは尾花先生らしいね。北斗の拳の原哲夫先生のアシスタントにろくでなしブルースの森田正則先生。この超名シーンの背景は森田正則先生が書いてる。タルルートくんの江川達也先生の元アシスタントに猪野さんの坂本真一先生。モテキの久保光郎先生のアシスタントをゴールデンカムイの野田悟先生がしていたと。幸せの時間の国友康之先生のところでも野田悟先生はアシスタントしてたよね。ベイビーラブの椎名あゆみ先生のアシスタントにグッドモーニングコールの高須賀由恵先生。知らなかったけど言われてみると確かに雰囲気似てるとこある。桂正和先生のアシスタントをしていた大の大冒険作画の稲田浩二先生。そしてその稲田先生のアシスタントをしていたのがすごいよ勝さんの臼田恭介先生。臼田恭介先生のアシスタントをしていたのがアイシールド21やワンパンマンの村田祐介先生。この流れ好き。恋愛少女大々勝さんアイシールド。村田先生は当時ハマーのダウンジャケットのツヤベタなんかをしていたそう。ハマーの野郎。藤子スタジオでアシスタントをしていたマイッチングマチコ先生の海老原武史先生。藤子亮先生の下で学べるのってすごい勉強になっただろうね。地獄先生ヌーベイの岡野武史先生のアシスタントにワイルドハーフの浅見優子先生。初期のヌーベイにあさび先生が書いてたであろうモブキャラが結構いるよね。浅見先生は霊感がすごい強い方でヌーベイ足中に何度も心霊現象に遭遇したとか。タルルートくんの江川達也先生のアシスタントに GTO の藤沢徹先生。ちなみに江川先生曰く GTO は江川先生のデビュー作 B フリーのパクリだそうで、本人に確認したらパクってましたと認めたそうだけど弟子だから良いと不問に付したとか。シュートの大島司先生のアシスタントをやっていたのはサイコメトラーエイジの朝木正史先生。ボボボーボボーボボの沢井義雄先生のアシスタントを暗殺教室の松井雄生先生がやってた。沢井先生は四六時中冗談抜きで24時間いろんな質問をしてきてたらしい。モーニング娘。が全員で松井くんの命を狙ってきたらどうする、もし急にビーズの稲葉になったらどうするとかを徹夜作業で意識が朦朧としている中でなんとか絞り出して答えてたってインタビューで見た。すごい、それは発想力鍛えられるわ。高橋留美子先生のアシスタントをしてたのがサムライギッター教の上条明峰先生。上条先生は性別非公開だけど高橋先生は女性足しか使わないから女性じゃないかって言われて。サラリーマン金太郎でおなじみ本宮博先生のアシスタントに東京大学物語の江川達也先生。どの作品の時に足してたかはわからないけども。本宮先生の元足も豪華だよな。セイントセイヤの車田先生やタフの猿渡哲也先生なんかも。ドーベルマン刑事やブラックエンジェルズの平松真二先生のアシスタントを逆転翼の高橋陽一先生がしていた。高橋先生のあまりにも爽やかな漫画を見せられた時に新たな時代を感じて平松先生はショックを受けたことを自伝的漫画で書いている。高橋陽一に対して早めに才能を潰しときゃよかったみたいな冗談を言ってたのよね。ハイスクール記念組の新沢元栄先生のアシスタントをやってたのが燃えるお兄さんの佐藤忠先生。だから絵柄や内容がそっくり。前まで同一人物だと思ってた。影響を受けるのはわかるけどあんなに似ちゃってよく集英社なんも言わないもんだね。シティハンターの北条司さんのアシスタントがスラムダンクの井上武彦さん。そんな井上さんのアシスタントをしていたのがキングダムの原康久さん。キングダムの人気が出なかった初期に井上さんに相談したらキャラクターの黒目をもう少し大きく描くようにとアドバイスを受けた。それに伴い真の目をはっきり描くようになったり全体的に絵を気をつけて描くようになったらアンケートがぐっと跳ね上がったって記事を見た。梅津和夫先生のアシスタントをモグラの歌の高橋昇先生。藤田和弘先生のアシスタントは大成した人多い。金色のガッシュのライク誠先生とか。藤田先生の漫画熱くて大好きなんだけど初めてガッシュを読んだ時熱さが藤田作品と一緒だと思った。藤田和弘先生のアシスタントなら劣化の炎の安西信之先生も。藤田さんはアシスタントさんの漫画家としての育成にも力入れてるっていうね。ジャンブルの王者たっちゃんの徳弘正也先生のアシスタントしてたワンピースの小田栄一郎先生。小田っちは忍を渡辺直美さんをモデルにしたらしいけど気がついたら自演まんまやんって思いながら書いてるって単行本で言ってた。金玉の空知秀明先生のアシスタントをしてたのがスケットダンスの篠原健太先生。それでコラボしてたのか。リッチモッチにゴリラ出てるしな。フ
ファイヤーパンチ藤本先生のアシスタントを地獄楽の角裕二先生がやっていた。影響を受けてる部分分かりやすいからファイヤーパンチの後地獄楽読むと面白い。ファイヤーパンチの時はスパイファミリーの遠藤先生もアシスタントに入ってたらしいね。この流れだとダンダダンの辰幸信先生もファイヤーパンチとチェーンソーマンでアシスタントしてた。辰幸信先生はさらに地獄楽でもアシスタントしてた。小田先生は他にも海谷忍先生や和月信弘先生のところでもアシスタントしていた。シャーマンキングの武井宏之先生も和月先生の下でアシスタントしてた一人だね。月曜日のライバルの伊藤美希夫先生も和月組、漫画に他のメンバーも出してた。ワンピの1話目の手配書に三木尾伊藤の文字が。そんな和月先生は小畑武史先生や高橋陽一先生のアシスタント経験あり、小畑武史の足にはトラブルの矢吹健太郎先生やアイシールド21の村田祐介先生がいる。小畑武史の足は画力相当高くないとダメだろうな。石ノ森章太郎先生のアシスタントを永井豪先生、魔法陣ぐるぐるの江藤博之先生のアシしてたのがハガレン荒川博夢先生。単行本のおまけ漫画で江藤博之先生のことマスターって書いてた。勝手に改造を組めた浩二先生のアシスタントをしたのが颯のごとくの畑健次郎先生。畑さんは久米田さんに初めて会った日に1週間以内に引っ越してくれと言われて本当に1週間のうちに大学辞めて東京に引っ越して改造のアシスタントになったらしい。海が改造を蹴り落としたジャンブルジム書いたのも畑さん。連載第1話の5コマ目をド新人のアシスタントに任せるのやばい。キングダム原先生のアシスタントに東京グール、石田水先生。岡崎京子先生にファンレターを送ったのがきっかけで進行ができて、その後アシスタントをした安野もよこ先生。そんな安野もよこ先生のアシスタントに2月の勝者の高瀬志保先生。高瀬先生ずっとファンだったから2月の勝者での大ブレイクは嬉しかったな。もよこ先生のエッセイにも登場してたね。ご存知水木しげる先生のアシスタントをクライングフリーマンなどの池上良一先生。主に背景を担当されてたそうですが、ゲゲゲの鬼太郎では雪女など一部のキャラへも任されたそうです。美女は池上さん担当だったらしいね。手塚治虫先生の元アシスタントの方はたくさんいるけど、コブラの寺沢武一先生もその一人。ブラックジャック制作秘話にも寺沢先生出てるよね。ワンパンマン、ワン先生のアシスタントやってた吸血鬼すぐ死ぬのボンノキータル先生。ボンノキ先生はもともとワン先生のファンでダメ元で足募集に応募した。ちなみにその時の原稿を見たワン先生はプロみたいな人から応募来たなと思ったらしい。画像は漫画家さんの作品が分かりやすいように載せています。なるべく調べて合わせていますが、必ずしもその画像の作品でアシスタントをしていたというわけではありませんのでご了承ください。今は語り継がれる名作なのに公開当初は注目されていなかった作品を集めた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。